両マジク長の世界はネタだらけ。今日はコロンビアで起きた非常に興味深い事件について話していきたいと思います。最近コロンビア海軍がカリブ海沿岸でスターリンクのアンテナを搭載した遠隔操作型の麻薬密輸用反潜水艇を拿捕したんですね。麻薬密輸用の反潜水艇ですか。それは南米では初めてのケースだそうですね。そうなんです。この出来事について深掘りしながら、コロンビアの麻薬事情やカルテルの手口の巧妙化、さらにはスターリンクのような先端技術が犯罪に与える影響について一緒に考えていければと思います。ぜひお願いします。チャンネル登録よろしくね。まず事件の概要ですが、発表があったのは7月2日です。ただこの反潜水艇自体が発見されたのは4月で、場所はコロンビア北部のサンタマルタ近郊カリブ海沿岸でした。コロンビア海軍が LPV ロープロファイルベッセル低姿勢型船舶とも呼ばれる無人の反潜水艇を発見して拿捕したんです。 LPV というのは船体の大部分が水面下にある反潜水艇のことですね。今回のものはコロンビア最大の麻薬組織といわれるガルフクランの所有ではないかと見られています。ガルフクラン、以前から名前が出てくる組織ですね。その拿捕された反潜水艇ですが、約 1.5 トンものコカインを積載できて、航続距離も約800マイル、およそ1300キロに及ぶ能力があったそうです。かなりの量と距離ですよね。当局によると中は空っぽで何も積んでいませんでした。どうやら本格的に使う前の試験航行のだった可能性が高いようです。なるほど。今回特に注目すべきは、この反潜水艇にスターリンクのアンテナが搭載されていた点ですよね。そうなんです。スターリンクというのはご存知の通り、米国の実業家イーロン・マスク氏がリードするスペース X 社が運営する衛星インターネットサービスです。これを利用することで、従来は通信が不安定だった洋上からでも何千キロも離れた場所からリアルタイムで船を監視したりコントロールしたりできるようになった。これはまさに決定的な変化なんですね。リアルタイムで遠隔操作ですか？今回の反潜水艇には進路確認用のカメラとエンジン監視用のカメラが搭載されていました。衛星経由で高精細な映像を送りつつ、遠隔地からエンジンや舵を制御できる。まさに最新技術の悪用と言えるでしょうね。チャンネル登録よろしくね。実際インドでも昨年11月に摘発された大量の覚醒剤密輸事件で、同様にスターリンクが使われていたという報告があります。ミャンマー発のボートで 6000kg 以上のメタンフェタミン、末端価格で 42.5 億ドル相当が密輸されようとしていた事件です。そのケースではインド警察がスターリンク社に対して機器の購入者情報や使用履歴の提供を法的に要求したとも伝えられています。カルテル側は常に当局の一歩先を行こうとしているわけですね。まさにいたちごっこの様相です。チャンネル登録よろしくね。実はこうした反潜水艇ナーコサブマリンは何十年も前から麻薬カルテルに使われてきたんですよ。以前は人が乗り込む有人型でしたが、あまりの危険さに浮かぶ棺桶なんて呼ばれることもあったほどです。航行自体が命がけですし、見つかれば乗組員も逮捕されます。そんな危険な航海に乗り手を確保するのも大変で、乗組員の人材不足も課題だったんですね。なるほど。人にもリスクが大きかったんですね。だからこそ無人化して遠隔操作にする動きが出てきたわけです。こうすれば乗組員が捕まるリスクそのものをなくせますし、危険な任務を人に頼む必要もなくなります。実際の報道によれば、ガルフクランは少なくとも7年ほど前から技術者やエンジニアを雇って無人潜水艇の開発を進めていたそうです。2017年頃にはメキシコの有力カルテルがコロンビアで技術者を雇用したとの指摘もあります。資料によれば、さらに探知されにくい完全潜航型、本物の潜水艦タイプの開発例もあります。チャンネル登録よろしくね。2010年にはエクアドルで全長30メートル級のディーゼル電気推進式の潜水艦が発見・押収されています。その後もコロンビアやエクアドルでおじきより見つかっていて、2020年には電動のものが押収されたという報告もありました。そんな大型で高度なものまで驚きですね。2010年や2011年に報じられたエクアドルやコロンビアでの発見例は有名ですね。
ただ今回のように無人化が進むことで新たな弱点も指摘されています。海軍アナリストの H.I. サットンさんは、エンジンが故障した場合、無人艇ではその場で修理する乗組員がいない、それが密輸業者側にとってリスクになり得ると述べています。このリスクも踏まえた上で、それでも乗組員を乗せないメリットを取っているのでしょう。要するにステルス性が上がっただけではなく、密輸組織側のオペレーション全体のリスクとリターンの計算が変化してきているということですね。本当にそうですね。チャンネル登録よろしくね。では、こうした反戦推定が登場する背景、つまりコロンビアの現状についても触れておきましょうか。コロンビアは依然として世界最大のコカイン生産国です。国連の推計では世界のコカインの約 68.8% がコロンビアで生産されているそうです。麻薬取引による莫大な収益がガルフクランのような武装組織の資金源となり、長年にわたり国内の暴力や紛争の火種にもなっています。コロンビア政府はこれまで何十年もコカの畑を強制的に伐採したり、空中から除草剤を散布したりといった撲滅作戦、いわゆる供給抑制策を続けてきました。しかし生産量自体は思うように減らず、むしろ密売組織側が生産効率を高まってしまっているという皮肉なデータもあります。例えば2010年代にはコカの栽培面積が一時的に減っても1ヘクタールあたりのコカイン生産量が上がってしまい、結果として洗剤生産量は増えているんです。効率が上がっているんですか。そうなんです。そのため近年コロンビア国内でも政策の見直しが進んでいます。例えば違法作物を抜本的に減らすには、単に畑を潰すだけでなく、農家が生活できる代替作物の開発支援を強化したり、少量の大麻所持を非犯罪化するといった動きもあります。またコカイン規制の在り方について国際的な議論を主導しようという試みもあります。新しい政府はアプローチを変えようとしているんですね。グスタボ・ペトロ大統領の新政権は麻薬政策の焦点をコカ栽培農家など生産地縁の最も弱い部分に置くべきではないとして、栽培ヘクタールの削減を唯一の目標にせず、空中散布の再開もしない方針を打ち出しました。その代わりに麻薬犯罪組織の解体や麻薬マネーの押収強化、そして密輸や生成といったコカイン生産地縁上で最も付加価値の高い部分を重点的に取り締まるべきだと提言しています。実際コロンビアでは2009年に反戦推定の製造や使用自体を違法化し、最大14年の懲役刑を課せられる法律も制定されています。それでも密売組織側の技術開発は止まらないという現実が今回突きつけられたとも言えますね。そうなんです。チャンネル登録よろしくね。スターリンクの話に戻りますが、本来スターリンクは遠隔地にインターネット接続を提供する画期的な技術です。しかしこうして悪用される現実を見ると、まさに諸刃の剣だと感じます。利便性の裏返しとして犯罪者にとっては活動範囲を広げる手段になり得ますし、当局にとっては追跡や摘発がさらに難しくなる側面もあります。インドのケースでは警察がスターリンク社に購入者情報を提供を求めるなどの措置に出たわけですが、技術提供側の企業の責任や捜査への協力体制といった大きな問題も提起していますよね。今回のコロンビアでの拿捕劇は、麻薬カルテルと法執行機関の間で繰り広げられているハイテクを駆使した攻防の最前線を垣間見せたと言えます。当局側も新しい技術的脅威に対抗するために常に技術面で優位に立つ努力を続ける必要があるでしょう。また国際的な連携もますます重要です。コロンビア海軍は多国間協力作戦オリオン作戦を通じて、今年上半期だけで麻薬を合計2326トンも押収したと発表していますが、こうした大規模摘発には多数の国の協力が不可欠です。技術の進歩そのものを否定することはできませんが、その悪用にどう対抗するかが問われていますね。チャンネル登録よろしくね。最後に視聴者の皆さんにも考えてみてほしいんです。例えば軍事にも民生にも使えるデュアルユース技術が悪用されるのを防ぐために、テクノロジー企業はどこまで責任を負うべきなのか、また国境を越えて高度化するハイテク犯罪に対して国際社会全体でどう立ち向かうべきなのか、まだまだ議論すべき課題が山積みだと思います。本当にそうですね。今回の事件から浮き上がった問題をきっかけに、技術と犯罪、そして社会の在り方について深く考えていく必要がありそうです。ご覧いただいたように、麻薬密売組織が先端技術を積極的に取り入れて
活動を高度化させている現状があります。技術革新が社会にもたらす恩恵の裏で、このように犯罪活動に利用されるリスクがあるということですね。麻薬問題への対処には従来の取り締まり強化だけではなく、国際的な協力体制の強化や新たな技術的脅威への迅速な対応が不可欠であることを今回の件は示唆していますね。そうですね。この先も私たちは最新の動向に注目しつつ、どのように対策を講じるべきか考えていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメントもお待ちしています。